浅草に。おはようございます。私たち夫婦は3年前に実家の古民家に越してきました。今年は8月になってもまだビオラが咲いています。サルスベリは今が花盛り。こぼれ種の西洋朝顔とジニア、さっきまでの雨で花たちはひときわ鮮やか。夕べは激しい雨と雷が一晩中続いていました。台風の影響でしたが、みんな無事にやり過ごしたようです。
てないんだ。うん。家にいるお花をね、ちょっと欲しかったんだけどね。雨が降ってて、花何？食べるのらしいので作りたいなと思ってね。確かに気になる。でしょ？どうやって食べるの？それがですね、ちょっと今雨やんだから行ってみようかな。これそんなにいやどうしてもね、でね、お花が咲いてる時じゃないと取れないじゃん、当然。でこの間行った時はね、やっぱりまだお花がなくてね、ある時とない時、昨日行ったら咲いてたから、でもね、すぐしおれちゃうから、あんまり取っとくわけにいかない。結構でかいんだ。そう今調べてた。見てね、なんかすごいいい感じになりそう。天ぷらとか美味しそうだね。そんな感じなの。それを作るんですよ、サクサクの。うちのナスね、美味しいの。エコひいきだけど、でも本当なの。玉ねぎじゃないんじゃない？トリュフなんじゃない？トリュフ、トリュフなんだ。すごい。らしいね。美味しそう、これは。パン自体もすごく美味しそう。いい香りがする。これはね、これでね、温めると美味しいの。美味しそう。すごくいい香りがする。じゃあこれも。
すごいね、朝からどうオーブン料どう理いいですね。畑の野菜シリーズ第2弾。これは絶対美味しいね。ほらトマトソース作ったでしょ、それで。うんうん、そういうことですね。そうそう。でこれはね、マクワウリ甘くなったの。マクワウリっていうね、なんかメロンの原種みたいなやつなんだけどね。でもね、あ、一応じゃあうちで採れたの。はい。あ、種まきしたの。あ、でもデザートだったね。あ、そうそう。で冷たくした。白いんだね。あ、うん、これからさっき食べちゃってても食べてもいいよ。ね、まあ原種メロンみたいホワイトメロンとかって名前をつけるとさ、な。あ、そう流ね、行いいかりそうだけどもしれない。だからこれね、ここにあるの全部うちの畑のすごい。いいでしょ。パンは買ってきていただいて。はい。まあチーズとそのうちベーコンは小麦も育てるっていうか育てるかいけるかな。な。麦畑って結構あるあ、このそう辺。なんだもんね。まあいいけど。うん、じゃあいただきます。これこれをソースにすると美味しいかもしれない。うん。じゃーん。あ、これ名前はなんていうの？忘れちゃった。これで食べるとすごくね、美味しいと思う。じゃあ僕浅草ね。うちのいいと思う。いただきます。ベーコンかなりちょうどいいね。あ、本当？うん。よかった。ベーコン。うん、ちょうどほら上に乗せたからカリッとして。うん。うん、本当だ。あ、今まででこれ一番美味しいかな。これだったら。あ、これ上の粉チーズはパルミジャーノじゃなくてなんだっじゃなかったっけ？チーズ？け？なんだっけ、名前忘れちゃった。これすごく美味しい。うん。いいでしょ？ズッキーニもすごいいいね。ズッキーニもちょうどいいでしょ？めちゃくちゃちょうどいい。うちで取れたって思うとね、余計嬉しくて。柑橘のね、あ、柑橘か、なんかダムのが入ってるよね。レモンみたいな。なんかいいね、ある夏にあるかもしれない。うん。夏にあるね。夏だね。でもなんか今日はちょっとね、お家でね。お盆を夏のバカンスとしてうん。捉えてあ、これもっと食べて。あ、うん。そうだよね。もう以前結構野菜を焼くだけ。そうベルギーの時野菜生活なるほど。あっちゃう。ビーガン。いかがですか。朝からこんなに食べられない。あ、そうだね。工房すごくいいと思うけど。うん。うん。あ、この間行った時みんないい人だったよね。いや、そうでまたさ、うんこの間なんか昼間寝てたらピンポンってさ、行ったらまたお昼ご飯来る。お昼ご飯。近くのうん。ハンバーガー屋っていうかなんか、うんあるコロッケパンみたいな、うんバーガーみたいな、うんとかあとちっちゃいこう鶏肉のチャーシューみたいな、うん。ね、買ってきてくれたの。そうなんかこんなのあるからみたいな、この辺売ってるからみたいな感じでちょっあ、紹介しますってと的な意味でなるのかわかんない。あ、でもわざわざ持ってきてくれたの。ちょっと前ね、荷物を運んでいったじゃないですか。なんかすごくね、地元の人すごい親切だなと思った。そうだね、うん。いやでも本当にね、ちょっと浅草村だね。うん。ラーメン屋さん入ったらさ、来年の三社祭りの話を。もう終わったばっかりなのに。いや、そう。すごい。シールとかシールも可愛い。
そうね、こっち来そう。あ、そうか。あ、そうだ、ちょっと。じゃーん。入れてみます。はい。おお。はい。あら、これは何でしょう。お手紙と何かとこれとすごい。あら、なんか電池があるよ。あとね、なんかね、ないんだ、これ。だって下にね、芝生が敷いてある。すげえ。はい。でちょっとこの上に置くっていうことかもしれない。シルバニアファミリー的なものをちょっとこっち開けてみて。あれしてるんじゃないの、演出しようとしてるんじゃないの。ちょっと置いてみるね。ちょっとそれ開けてみて。はい。そしてガーデンスティック、その様。かわいいでしょ。ちょっとこれダメか。開けてみて。開けてみて。もう一個なんかなかったっけ。これとお手紙が入ってますね。可愛らしい。ねえ。面白いね。ほら、そういうほやほや。なんかね、もう一つの世界になってるの。世界観だね。ほら、サプライズボックス。ミニ。この間のビッグサイズのサプライズボックスだったの。そうなんだ。そうなの。今度はミニです。これは下のこれは。これはただの台なんだ。台ですね。ああ、でもなんか作ったのかもしれないね。深さが欲しかった。うん。はい、じゃあお手紙が松ぼっくりおじさん。あ、ここにもお手紙がいっぱい。で、あれなぜか食べ物も入っています。すごいね。すごい。もう、至る距離です。全方向、確かに。あれなんかかわいい。こういうお手紙も。あとこれはなんかちっちゃいかわいいミニチュアの細かい作業。かわいいね。でもこれ全体であと夏ですね。夏の植物をこうくっつける。使ってみよう。留め具ですね。これはほうき。ミニチュアのほうきとなんかお庭の中これは手作りじゃないかな。ある程度これ編んだんじゃないかな。あとバケツも入ってる。なんかこう私がほらこれでお掃除してるから。それですね。蚊取り線香。本当だ。ほらすごい。いやほらでカゴもかわいいね。本当だ。ねえ、上手だね、本当に。何でもこうやって作っちゃうんだ。ラベンダーが入ってで、あとこれはほら、私がもう時々スーパーにも履いていってしまうという。そんなでかいの履いてたっけ？結構大きいの入ってる。で、これ、ご主人様からの、はじめまして。私は皆からのんびりじいさんと呼ばれております。今回サプライズ人形、ちびちゃんに便乗して、どんぐり3丁目にお邪魔させてもらいますぞ。わしはどんぐりさんちのガラス童子さんとは幼なじみなんじゃよ。ガラス童子さんもすっかりガラスとじいさんになったな。昔から風が吹くとガタガタと大きな音で騒がしいやつだった。幼なじみの方ですよ。だが真面目で責任感が強く、家族家を守るため雨の日風の日台風にも負けず。そうよ、昨日そうだった。ねえ、よく頑張っておる。頭が下がる。それに比べわしは今はのんびりいつも誘われておる。のんぐりさんもわしを見かけたらのんびりするんじゃぞ。わしの家には何人もののんびりじいさんが部屋のあちこちでのんびりしておるんじゃ。ちなみに家の主ものんびりしておる。そんな人じゃ。とりあえずリストラされなくてよかった。こうしてまた会えたからの。ガラス童子さんね。変えなきゃいけない。そうじゃなくてこっちに通ってきた頃ね。そうだね。でもね、ここは変えないよって、リストラしないよっていう話をしてたんだけど、ちゃんと覚えていてくださったのね。
今夜は久しぶりにガラスのじいさんと松戸いおじさんを誘って酒でも飲みながら昔話で盛り上がろうかのう。わあ、ありがとうございます。なんかね、私もこんなにねこうお花畑のようでいいのかなと思ったけど、でもいいみたいな気がしてきたのね。でもこうしてなんか世界を作ってくれてすごいな。そう、ありがとう。いや、ちょっと思いがけない本当にサプライズボックスでした。そうですね。ねえ、あとこのお手紙もサプライズでした。あら、あら、すごいね。丸干しすごいね。すごいね。こんなの大きいよね。どうしてこれって。こっちはあれだね。すごい。母さん用の混ぜご飯。あ、いいねこれ。綺麗。今度これでみんなで作ろう。うわあ、ありがとうございます。嬉しいな。これも可愛い。ニコちゃんの。多分ね、これはね。あら、あれじゃない？わ、ここに置いて。わあ、すごい。なんか立派なお酒。なんか本当美味しそうだね、ねえ、ね。重い。おお、結構似てるね。そうなのよ。だからこれにね、こう使える。今度これ使いましょう。綺麗だね。じゃあこれとこれ。あ、これ作品があるな。そうそう。この間までね、ここはもう草ぼうぼうで何にも見えなかったの。それなのにね、本当にもうかぶっちゃうぐらいの中で育ってた。すげえ、もうなんか取れそうな気がする。茎が大きくなったね。大きくなってる。ほら。だいぶでかいね。ねえ。すごい。ほら。いやーね、取りたくなっちゃうけど。でもまだだね。もうちょっと別に小玉ついたわけじゃない。あ、小玉ついた。あ、そうしてんの。うん、もうちょっと置いとこう。で、もう一個もこんなところで。見つからないようにね、だから隠さないといけない。こういうのでちょっとね、こうしてね、隠しとく。だいぶでかいもんだって。だから種がこぼれて、あ、それでに、そうなんだ。生えてる。それでに。それでに。25
今日も最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。